I really want to see if I can get a Rosalina Happy Meal toy. So I ordered 2 on my lunch break. Let's find out what I've got. Oh, I got her! Woo! Oh my gosh. Wow, look at her. What a queen. Did I get her twice? Wow, it is my lucky day. I got not 1, but 2! Rose, go see the movie. It's so cute and I love it so much. 通勤通学中の皆様おはようございます。ドクターの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、新作映画スーパーマリオギャラクシーからの話題になります。ついにですね、このスーパーマリオギャラクシー1週目の週末を終えまして、オープニングの興行収入というのが出てきました。するとですね、これがまあね、蓋を開けてみたらすごいことになっていたというんですよ。もうとにかくですね、とんでもないヒットをしているということで、もう世界のマリオファンたちが湧いているという状況。その一方、この映画をね、あのメディアがとんでもない形で評しているというのも話題になっておりまして、本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ皆さん、最初の週末が終わりましたよ。そうするとですね、これすごいことになっているということで、ファンたちがね、一層盛り上がっているという状態。じゃあこのあたりね、どのぐらいになっているのか、今日ね、詳しく見ていきたいと思いますが、その前にですね、このスーパーマリオギャラクシーをとんでもない形で表しているメディアというのもありまして、どこだと思いますか？はい、こちら、コタクなんですよ。ね、日本が大嫌い、任天堂が大嫌いでおなじみのあのコタク。このコタクというのはですね、ブラックリストに指定されておりまして、過去にはね、いろいろあったんですよ。詳しくはね、こちらの動画ご覧になってください。自分が悪いんですよ。リーク情報出しまくってね、どれだけ警告を受けてもやめなかった。そして任天堂からブラックリスト入りされたと。こういう話なんですが、その挙句の果てにですね、この腹いせに、日本人に対してね、非常に差別的な投稿というのも、この編集者が行っておりまして、本当にね、ろくでもないメディアなんですよ、ここは。そしてそんなコタクから、こんな記事が出てきたと。クッパ、お前が何者なのかは分かっている。バイセクシャルだ。ということでですね、皆さん、このコタクはですね、これね、何を言ってるかというと、このね、クッパ、これ英語だとね、バウザーって言うんですが、今回のスーパーマリオギャラクシーの中では、こちらにね、あるんですが、このクッパがね、マリオにキスをするシーンがあると。キスといってもその恋愛的なね、そういったキスじゃないですよ。ほっぺにね、キスをするんですが、そもそもクッパ口が大きいんでね、顔半分にキスするみたいな、そんなシーンなんですよ。で、これによりこの映画というのは、このクッパがバイセクシャルである、こう信じる人たちの新たな武器になったと。つまり、その主張を強化するための武器になった。そしてね、今回のこのスーパーマリオギャラクシーは、ルイージとね、クッパの恋愛ものにすれば、もっと稼げたのにと。こういうことを言ってるんですね。皆さん、意味わかりました？じゃあね、なんでそもそもこんな話が出てくるのかと言いますと、実はですね、このクッパというのは、海外ではね、ゲイ説というのがあるんですよ。これは昔からありました。これ確かスーパーマリオ64でしたかね。このマリオはね、クッパをこうブン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 回して、そしてダメージを与えていくわけですが、その時にね、So long King Bowser って言うんですよ。つまり、さよならクッパを、このように言うんですが、これがですね、イタリアなまりでこのセリフを発しているため、So long Gay Bowser このように言ってるように聞こえるんですね。つまりこれ、空耳です。So long Gay Bowser 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 これによりですね、海外にはこのクッパがね、ゲイであるというのを信じてやまない人たちが一部いるということです。今でこそね、これはキングと言っているというのが声優からね、明かされているんですが、それまでは一部の人はね、本当にゲイと言っていると思っていたわけですね。だけど、このクッパというのは毎回ピーチ姫をさらいますよね。なので、両性愛者、バイセクシャルと言われてるわけですね。だけど、これに対して、それ以外のね、マリオファンや保守派は、そんなことはないぞと。そもそもこれはね、ゲイと言ってないですから、そう聞こえるっていうだけですからね。そんなことないという。だけど、今回のね、スーパーマリオギャラクシーというのは、このクッパのゲイ説を補強してくれてるんだと。このように言ってるんですね。で、こちらね、実際これポストしているんですが、なんで子供向け映画に出てくるキャラクターの性的思考をあれこれ考察してるんだよ。この記事を書いたやつは調査されるべきだ。この男はスターフォックスに浴場しているって記事も書いてたし、今度はクッパがバイだと言い出している。コタクはもうただのジョークだ。子供向けの映画でこんなことを考えるなんて、お前は本当に気持ち悪い。ということでね、このコタク、今回ですね、このスーパーマリオギャラクシーに関しては、他にもね、記事を出しているんですが、どれもね、性的思考の話なんですね。これによりさすがにね、お前らどうかしてると、このように突っ込まれているという状態になっています。これはヒットだ。
ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーの興行収入が全世界で3億7250万ドルでブラストオフ。ということでこちらですね。ブラストオフとあります。こちらが本日のキーワードになります。ロケットが発射されること。ということでね、こちらのブラストオフというのは発射する、打ち上がるという意味になります。で、これを比喩的に使いまして、急上昇するとかね、爆発的なスタートをする。こういった意味で使われるんですね。日本でもロケットスタートって言うでしょ。あれね、少なくとも僕とは英語で聞いたことないので、おそらく和製英語なんじゃないかなと思いますが、あれにニュアンスが近いですね。ロケットスタート。爆発的なスタート。つまり今回の場合は、これね、興行収入の話をしてますから、この興行収入がとんでもない勢いを持って爆発的なスタートをしたと。こういうことを言ってるわけですね。ということでこちらは、これはヒット。ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーの興行収入が全世界で3億7250万ドルで爆発的スタートを切った。賛否両論のレビューにもかかわらず、これね、批評家の話をしてるんですが、ちょっとこれ後ほど見ますね。一般の視聴者は、ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーのチケット購入をためらわなかった。同作はハリウッド映画として、今年最大のオープニングを記録。イルミネーションと任天堂のこの共同制作作品は、日曜時点のスタジオ推計によると、週末に1億3090万ドル、北米での最初の5日間で1億9010万ドルという巨額の興行収入を稼いだ。ということでね、こちらね、早速出ました。つまりは最初の週末を終えた時点での成績ということですね。こちらドメスティックが1億9000万ドル、そしてインターナショナル海外が1億8000万ドル、そしてワールドワイドその合計が3億7200万ドルと。皆さんこれ、初週ですよ。最初の週末を終えた時点で3億7000万ドル稼いでしまいました。すごいですよね。これ以前も見ましたが、バジェットはね、約1億1000万ドル。これ前作とほとんど変わらなかったんですね。と言っておりますので、現時点でですよ。最初の週末を終えた時点ですでに3倍以上稼いでいるということになるわけですよ。つまり皆さん、ここからは、任天堂、イルミネーション、そしてユニバーサルにとって、ただのウィニングランということです。この先ずーっと何週間も利益が出続けると、こういった状態にすでに入っているということですね。もうね、笑いが止まらないと思いますよ、スタジオにとっては。こっから全部利益ですからね。でね、今回のこの結果につきましては、各メディア報じておりまして、こちらね、ディスカッシングフィルム、ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーは全世界で3億7200万ドルのオープニングを記録。これは前作に次ぐアニメ史上3番目に大きいオープニングとなる。で、これを踏まえてなんですが、こちらですね、ちょっとね、現在おかしなことになっておりまして、デンファミニコゲーマーさん、映画ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーのオープニング興行収入が3億7250万ドルを突破。前作を上回ると、このように言っているんですが、前作はですね、まさにね、こちらが参照しておりますバラエティが2023年にね、言っているんですが、全世界のオープニング興行収入3億7700万ドルですので、前作は上回っていません。実際はね、先ほどのディスカッシングフィルムの方が正しいです。現在はですね、こちら X にもね、こういったストーリーが立ってしまっておりまして、前作超えの好スタートと、このようになってしまっているので、ちょっと皆さん気をつけてくださいね。そしてね、こちらロッテントマトあれからね、どうなったのか見てみましょうか。こちら、オールクリティクス 42%、ベリファイドオーディエンス 89%、オールオーディエンス 88% ということで、オールクリティクスに関しては、前回とこれ変わらないですかね。その前に見た時は 43% で、そこからね、1% 下がってると思いますが、前回見た時ね、111票だったと思うので、今がね、これ171票なんですね。なので、批評家票はね、これでもうステイかもしれませんね。そしてね、注目のオーディエンスなんですが、あれからね、やっぱり下がっちゃいましたね。90% を切りまして、現在 89% となっています。ただ、これね、昨日見た時点では、これね、89% から 1% 上がって 90% に戻ったんですね。なので、この辺をね、フラフラしているのかもしれません。ちょっとオーディエンスはね、これからまた動くかもしれませんね。こういった状況になっています。制作費は、マーケティング費用を除いて、約1億1000万ドルとされている。しかし、評価は今一つの状態で公開を迎えた。現在のロッテントマトのスコアは、低い 40% 台にとどまっている。ただし、観客の反応はより好意的だった。ポストトラックの出口調査によると、ファミリー層は5点満点中5点をつけ、一般の観客は4つ星、シネマスコアで A- の評価を与えた。観客全体では男性が 61% と多かったが、家族連れに限ると、母親が 52% で、父親をやや上回っていた。これ面白いですよね。観客全体では男性が多いにもかかわらず、家族連れに限ると母親が多かったということで、お父さん、ダメですよ、お母さんに任せてちゃね。ちゃんと子供連れてってください、映画館に。で、今回ね、シネマスコア先ほどもありました通り、A- になっているんですが、こちらね、シネマスコア、ここにありますね。スーパーマリオギャラクシー A- ということなんですが、前作が A なんですね。ロッテントマトのオーディエンス表も前作よりね、微妙に下回ってるでしょ。で、この辺もね、シネマスコアと共通している部分じゃないかなと思います。
ゲーム原作映画での史上最大の世界興行収入オープニングのトップ2はどちらもマリオだ。私は地元の映画館でマネージャーをしています。最近はかなり大変で、この仕事を辞めることすら考えるくらいストレスを感じていました。でもここ数日のマリオのおかげで、映画を見に来るたくさんの家族や子供たちの姿を見ました。みんな本当に楽しみにしていて、映画館にいるだけで嬉しそうなんです。それを見て、自分の仕事への情熱が蘇って、またやりがいと喜びを感じられるようになりました。ね、これすごい話ですよね。人々がまだ楽しい映画を求めているなんて、本当にすごいよな。わずか5日で3億7200万ドルに到達したことで、前作と同じく10億ドルクラブ入りはほぼ確実だ。これね、よく使う言い回しですね。10億ドルクラブと。今まさに興行収入で他の作品を圧倒しているのも驚きだし、批評が賛否両論でもファンは全く気にしていないのがよくわかる。彼らはただマリオたちが活躍する姿を見たいだけなんだ。この映画は最高だった。ロッテントマトの批評なんて読まなくていい。あれは PS5 から Nintendo Switch に乗り換えさせたくない連中のボットの集まりなんだから。ね、そんな陰謀があったんですね。批評家が酷評した後の驚異的な逆転劇。任天堂は今、連邦政府よりも早い勢いで金を吸っている。この方はね、展開が早すぎて、まあまあだったと。で、FOX に関してはね、秘密にしといた方が良かったんじゃないのかと。このように言ってますね。今はね、もう大々的に打ち出されてますからね。人々はただ自分も楽しめて、子供も喜ぶ映画を見たいだけなんだ。制作費1億1000万ドルのこの映画は、わずか5日で、全世界3億7200万ドルを稼ぎ出した。まさに興行収入を総取りして、他の映画を置き去りにしている状態だ。このままいけば、10億ドル到達の可能性はかなり高いということで、このままいけば、超えるんじゃないですかね。で、こちらではね、このストレンジワールドに高評価をつけた批評家と、今回のね、スーパーマリオギャラクシーに低評価をつけた批評家を、このように揶揄しているということですね。こういった投稿すごく多いですね。ちなみにね、トクタこれポストしたんですが、こちらね、以前ね、ちらっとご紹介しましたが、この人です。批評家に入っております。これね、The Times。今回のスーパーマリオギャラクシー、0点をつけてるんですね。で、その一方、こちらですね、皆さん、覚えてますか？エミリア・ペレスですよ。Lady, will you please tell your Mr. Mystery, instead of having plastic surgery, he'd better change ID. Changing the body changes society. Changing society changes the soul. Changing the soul changes society. Changing society changes it all. I'd like to know about sex change operations. I see. From penis to vagina. Woman, woman, woman. これね、満点つけてるんですね。いやー、これがね、なんともね、味わい深くて、すごく面白いなと思ってポストしましたが、エミリア・ペレスに関してはね、こちらの動画ご覧になってください。ほんとね、すごいんですよ。当時ね、その内容に世界が驚愕したというね。で、その後のアカデミー賞での展開なども含めて、すごく面白いんでね、これについて知らないという方は過去の動画ご覧になってください。はい、ということで本日はですね、スーパーマリオギャラクシーが最初の週末の興行を終えまして、その数値がとんでもないことになっていたという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか？もうね、前作の展開を知ってる方にしてみたら、もうこれ以上ない知ってた、だとは思いますが、本当ね、すごいことになりましたね。興行収入評価ともにわずかにね、前作より下回ってるとはいえ、もう正直ね、これほぼ誤差です。で、前作はね、バジェット1億ドルに対して13億ドル、13倍ですね。稼いでるでしょ。今回もね、これ相当稼ぐんじゃないでしょうか。ということで、おそらくこれで、このスーパーマリオのね、フランチャイズというのは、今後も継続ということで、間違いないでしょうね。日本ではこちら、4月24日から公開ということで、まだね、ちょっと先にはなってしまいますが、こちらね、入場者プレゼント第1弾っていうのもやっておりますので、これ第2弾、第3弾あるわけでしょ。なかなか面白くなりそうですね。で、ちなみにね、こちらになりますが、スーパーマリオシアターというのをね、東宝で限定的に開催するということで、様々な特典があるようですね。で、こちらになりますが、ここですね、北海道、東京、愛知、大阪、福岡と、この5カ所の東宝でね、これ開催するということですので、お近くの方はね、これ5月10日までやるということですので、足を運んでみてもいいかもしれませんね。ということで、このスーパーマリオギャラクシー、見に行かれますか？ぜひね、コメント欄で教えていただけたらと思います。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。